皆さん、おはようございます。今日はベトナム縦断の旅5日目です。今朝は朝8時に起きました。キャンプしていた頃はいつも5時に起きていたので、昨日はベッドでぐっすり眠ることができて本当に幸せでした。身の安全が確保されていて、ふかふかのベッドで眠ることがこんなにも心地よいとは改めて感じました。ちなみに昨晩寝ている時に近くの窓から大きな物音が聞こえてきたので、ベッドから起きて外を見てみましたが、特に何もなかったので、そのまま再び眠りました。さて、こちらは民宿にいるグッピーたちです。さまざまな品種のグッピーを混ぜてしまうと、品種が混ざってしまうことがあるので、繁殖の際には要注意です。私もグッピーが好きですが、品種の管理には注意を払っています。今日は空が青く、とてもいい天気です。海沿いなので風が強いですが、それもまたいい感じです。今日は特に目的地を決めず、海沿いを適当に走り、程よく栄えている町でホテルを探そうと思います。もしくはキャンプ場があればそこで泊まるのもいいですね。道路の右側には海が見えてきました。ここはムイネー漁村です。昨晩も少し見かけましたが、ぼんやりしていました。朝になって船がはっきりと見えるようになりましたね。ここでは海辺で海鮮が売られていますが、今回は別の場所に向かう予定なので、外から眺めるのにしておきます。皆さん、小さな丸い船に乗っていて、この風景を写真に撮っている人たちもよく見かけます。ムイネーには主に3つの観光地があります。ムイネー漁村、スイティエン渓谷、ムイネー砂丘の3つです。ムイネーの最大の観光地といえば砂丘です。ここには赤砂丘と白砂丘の2つの砂丘があります。他の地域にも砂丘はありますが、観光地化されているのはここムイネーの砂丘です。今私たちは赤砂丘に来ています。観光客が多くてかなり暑いので、砂丘にはあまり興味が持てず、そのままバイクで移動することにしました。砂丘の近くにはツーリングの団体がいて、一台一台かっこいいバイクで並んでいるのが印象的でした。私たちは新しいバイクを買う余裕がなかったので、ホーチミンで使っていた普通の原付バイクで走っています。このバイクで北西部の山間部を走ると話すとみんなに驚かれます。なぜなら北西部は坂道や未舗装の道路が多く、ギアがない原付バイクでは危ないからです。私たちも注意しながら念入りにバイクのメンテナンスをしています。海では魚釣りをしている人たちを見かけます。私たちも釣り道具を持っているのですが、2.4 メートルの短い釣り竿では海では使い物になりそうにありません。海辺のキャンプ場に到着しました。実際に見てみると、キャンプ場にはゴミが多く、今回はここで泊まるのは見送ることにします。料金は1人8万ドンと高くはないですが、個人的には合わないので別の場所を探してみます。ベトナムのキャンプ場はウェブサイトがなく、マップの口コミも情報が少ないことが多いので、実際に訪れて雰囲気を確認するのが一番です。キャンプ場の管理人やスタッフの人柄、実際の雰囲気、安全面、自由度、料金を慎重に確認しています。手間がかかるように感じますが、絶対に予約サイトで事前に予約などはしません。これは2人という少人数で柔軟性があるバイク旅だからこそできることだとは思います。コムタムという料理を食べます。コムタムは割れた米から
作られたベトナム料理で、豚肉の炭火焼き、目玉焼き、豚の皮、肉と卵の蒸し物がついています。サイゴン、現在のホーチミンが発祥と言われており、サイゴンの人々はコムタムをよく食べます。またベトナムは菓子文化ですが、コムタムはスプーンとフォークで食べる料理で、唐辛子が入ったピリ辛で甘めのヌックマムをかけて食べることが多いです。辛いのが苦手な人は、店の人に言えば唐辛子なしのヌックマムを頼むことができます。コムタムはお店によって美味しさが大きく異なります。今までたくさんの美味しくない店に行き、その度ばっかりしましたが、美味しい店を見つけた時は何度もリピートしたくなるほどの美味しさです。この地域はほとんどが砂で、果物や野菜の栽培が難しそうです。漁業や観光地でのサービス料金が主な収入源かもしれません。砂丘の周辺の道路は風がとても強く、風力発電がたくさんあります。しかし、一部の風力発電の企業は土地手続きの問題や投資政策の延長ができず、大きな困難に直面しています。コロナウイルスの影響で多くのプロジェクトが進まなかった結果、企業が国の電力会社に電力を売れず、収益を上げられない状況にあります。土が赤褐色で、ベトナムでは赤い土は普通の土より栄養があると言われています。ここでは土の他に砂も赤みがかっています。大きなお寺を建てている様子です。最近ベトナムではお寺やお坊さんについて話題になっていることが多いです。砂丘近くでキャンプ場を見かけたので立ち寄ってみました。モンゴルのような雰囲気で、芝生とおしゃれなテントがあり、雰囲気は良かったです。海からも遠く、風があってもかなり暑いので、今回はここでの宿泊は見送ります。かなり長く走ったので、どこかカフェで一休みします。たまたま見つけた路地裏にあるカフェに入ります。たまたま見つけたのですが、なかなか良さそうで面白そうな店です。料金を見てみます。ドリンクの種類は少ないですが、良心的な値段なので安心しました。ここでは昼夜キャンプができるそうですが、見た感じ、キャンプというよりピクニック寄りだとは思います。今、ここの右端でピクニックをしている団体がいますが、大音量のカラオケで楽しんでいます。目の前には湿地帯が広がっており、なかなか良い景色です。今は湿地帯の水が少ないですが、水が多い時はここまで水が来るそうです。ここでは釣りができるそうですが、水が少ない時期なので今回は断念します。砂丘の近くはとても暑いですが、ここは涼しくて風が気持ちいいです。道路を走っていてずっと砂丘ばかり見て少し見飽きていたので、この湿地帯の景色を見てムイネーに来てよかったなと初めて思いました。ここでカメラを充電したり、飲み物を飲んで1時間ほど休憩します。ここは道が広くて、この標識が写真映えするとのことで、ベトナムの若者の中でチェックポイントとなっているそうです。それを知ってか、周りが砂丘の中で何もないのに、ここだけは路上販売がされていました。右側では海が見え、左側では砂丘と標識が見えます。先ほどの砂は赤みがかっていましたが、この辺りの砂は白いですね。白の砂丘と呼ばれる場所です。この辺りではあまり人を見かけませんでした。青い空で晴れていて、気候はとてもいいですが、土地や水の問題で人が住むにはあまり適さない場所なのかなと思いました。道路を走っていると砂丘から町へ出てきました。
砂丘近くはあまり人を見かけなかったのですが、ここのような港の近くでは漁業が盛んで人も多いように感じました。路上では魚の干物も作られており、干物特有の匂いがとてもします。カタクチイワシという魚で魚醤を作ったり、干物にしたり、出汁を取ったりします。道の上に置いて干物を作るのは面白いですね。隣ではビールも売られているので、干物を焼いて飲み会ってこともできるので、なかなか便利です。また休憩します。バイク旅なので適度な休憩は必要です。たまたま外から見かけて試しに立ち寄ったカフェですが、ここはなかなか最高ですね。綺麗な海が目の前に広がり、風もあって涼しくて、テラス席でも過ごしやすいです。ドリンクも特に高いわけでもなく、美味しくて最高です。この時は腰が本当に痛くて、1時間ぐらい腰を休めていました。砂浜のすぐ近くで新鮮な貝が売られています。おそらく値段は安いと思います。民宿を探します。いろいろとキャンプ場を探していますが、いい感じの場所が見つからないので、今日はキャンプができなさそうです。綺麗な海をまた発見しました。海沿いのドライブは楽しいですね。事前に調べて興味があったので、この海に行ってみます。この海は7色の石の海と呼ばれているところです。実際に来て分かったのですが、ここの海辺に行くには入場料がかかります。1人2万ドンです。高いですね。ベトナムのローカルな海でお金がかかるところはあまり聞いたことがありません。綺麗な海なのかなと期待していたのですが、写真の広告とは全く違い、そんなに海が綺麗ではありませんでした。また観光客が多くて、周りがとても騒がしくて、自分にはこの海は合っていなかったです。駐車場も別途5000ドンがかかりますが、警備員がいてもあまり安全そうには見えなかったので、ほんの数分だけ滞在して別のところに行きます。他の予定を削ってまでこの海を選んだので、正直少し残念に思いました。ベトナムのマップの口コミはちょっと当てにならないななんて思いました。あっという間に夕方になりました。茜色の空がとても綺麗です。周りが砂丘だらけで、民宿、ホームステイが見当たらないです。試しにマップで見つけた民宿に連絡すると、そこは管理人がいない民宿でした。オーナーと連絡してみましたが、民宿まで行って部屋を自分で確認したら、1泊25万ドンで銀行振込してねとのことでした。つまり対面なしのチェックイン・チェックアウトです。ベトナムでは新しい民宿のタイプですね。民宿で大家さんがいないのはかなり不安なので、別のところを探してみます。なかなか長い距離を走りましたが、まだ今日の泊まるところを見つけていないので、ひとまずカフェで一休みしながらマップ上で民宿を探します。カフェのオーナーさんに教えてもらった少し栄えている町に行こうと思いましたが、途中で人が多そうなところを見つけたので、ここら辺のホテルに泊まることにします。ベトナムでは木材の家具を好む人が多く、木材の家具を持っている人はお金持ちという評価を受けることがよくあります。どんな木材でもいいわけではなく、木材の種類などを気にする人も多いです。地上階の部屋があるホテルを見つけたので、荷物を置いたりシャワーを浴びたりして少し休憩してから晩ご飯を探しに行きます。今日はずっとバイクに乗りっぱなしで体力を使いましたので、
ご飯を食べて明日の旅に備えます。テイチョンはベトナム中部の特産品で、豚の頭部の肉や豚の耳、牛肉などを混ぜて作られます。これをグアバの葉やバナナの葉で包み、藁でさらに包んで数日乾燥させると食べられるようになります。これはビールのおつまみにぴったりです。ここのチェーチョンは味が薄くて少し微妙でした。もう少し味が濃くて辛いのが好みです。ペートゥイというローストした子牛肉を食べます。通常の牛は2、3歳ぐらいで出荷されますが、子牛の場合はだいたい4、5ヶ月ぐらいです。子牛は丸焼きにすることが多く、皮をこんがり焼いて、中の肉はほんのりピンク色の状態にします。肉が柔らかくて甘いのが特徴です。今回は酢を使ったしゃぶしゃぶもいただきます。鍋のスープは水と酢、調味料が入っています。その後、タレをつけて食べます。ちなみにベトナムの牛肉は和牛とは似ていません。味が異なり、肉の柔らかさも異なります。ベトナムの牛肉は炒め物や煮るのに適していますが、焼肉となると肉が少し硬くて香りがあまりないように思います。今日はとても走行距離が多かったので、ホテルに戻ってゆっくり休みたいです。今日はいろんな体験をして、ある意味充実していました。とても良い日でした。明日はどんな感じかな？それではおやすみなさい。ベトライフキャンパスから皆さんにお知らせです。私たちはベトナム語の翻訳、通訳やホーチミン市内でのお部屋探しのお手伝い、賃貸物件のご紹介などをしています。何かお手伝いできるお仕事がございましたら、ぜひ概要欄からお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。